ヶ月前から、私のアメリカの家族がみんな、コロナになりました。で、父はコロナの肺炎になって何週間も入院してて、この間ちょっと元気になって私にセルフィーも送ってくれました。でも、コロナの患者にこれよくあるらしいんですけど、急に悪くなって心臓が止まって2月10日に父が他界しました。少し希望を持ってしまってショックでした。2月5日に家族と、出かけてミシガンみたいなところに行って、しゅんちゃんが湖を見て、これ絶対父に見てほしいって思ってメールを送って、で残念ながらそのメール、そのビデオ、しゅんちゃんのビデオ、父の孫のビデオを見る前に亡くなって、それがとっても悔しいです。時差が逆で、アメリカミシガン州とここは午後、4時の時、そこは、午前2時とかだから、なかなか、ビデオコールとか数時間がないっていうか、ないっていうのは言い訳なんですけど、引っ越しとかもあったし、いろいろあって、気づけば最後父とビデオコールしたのは息子のしゅんちゃんの誕生日でした。それは5月でした。だいたい毎日、メールのやり取りをしてたんですけど、ビデオコールずっとしてなかったから、父はもういないっていうことちょっと信じられない感じです。もっとビデオコールすればよかったなって今すごく後悔してます。パンデミックが終わったら、少なくとも安全になったら、しゅんちゃんを連れてミシガン州に行って父と一緒にみんなで遊びたかったです。父はしゅんちゃんに会うことはない事実が言葉にできないほど辛いです。それは叶わない夢で、父と、しゅんちゃんが一緒に写ってる写真はないし、息子のしゅんちゃんが生まれる前は世界で一番大好きな人は父でした。私たちのために、一生懸命働いてずっと残業してました。でも休みの日にいつも一緒にいてくれました。リアみたいにそんないいお父さん欲しいなとかいろんな人から聞きました。で、私もそう思います。そういうめちゃくちゃ優しい
父がいて、私は本当に恵まれたと思います。入院されることになると分かった時、父は戦うんだよってメールで言って、しゅんちゃんにすごく会いたいし、また私の旦那に会いたいし、戦うんだよって、頑張るって。で、確かに最後までよく頑張ったと思います。父はビデオ全部見てくれました。最初から。良子のビデオ見て、綺麗だね、ここいいねって言ってくれて、で、しゅんちゃんの成長記録は、最初作ろうと思ったのは、パンデミック中でも孫の成長が見られるように作ろうと思いました。一番最近の、息子の成長記録、クリスマスの日とか、その、ビデオ、父を見ることができませんでした。間に合わなかったです。入院したらもう YouTube とかそれ見るどころじゃなかったので、それが悔しいです。悔しすぎて耐えられないです。でも父はずっと私のことを信じてくれました。本気で私の夢が叶うって思ってくれたと思います。父の泣いてるところ、泣いてる姿2回しか見たことなくて、1回目は私、留学にいた時で、2回目は、2016年、日本に来る直前でした。あんなに離れるのが嫌で、私のことを愛してくれて、悲しいけどリアの夢だから、リアの幸せだからいでって、ここで待ってるからって、私は自分の夢のために、自分の幸せのために大好きな、父と離れて日本にいたので、今これで、夢を諦めたら父はすごく悲しむと思うので、夢を諦めません。ビデオを作り続けたいです。ビデオをできるだけ予定通り作るつもりです。苦しいけど私を信じてくれた、父を思い出して生きていきたいです。父は私に教えてくれたことを全部、自分の息子に教えて、よりいい自分になっていきたいと思います。まだ信じられないし、2019年の8月から父に会っていない
私さっき言ったんですけど、ずっとビデオコールはしてないので、今 LINE 送ったら LINE 送って、返事がなくても今忙しいからまだ返事できないとか、それ自分に言ったらその方があり得るって感じで、でも現実は、父はもうこの世にはいないっていうことで、最後の、メール、しゅんちゃんのビデオを見てなかったことと、そのビデオの下に既読がついていない、ことがすごく苦しかったので、妹に悪いけど父の携帯の LINE に入って既読つけてくれるってお願いして、そしたらちょっとだけ楽になりました。私のことを応援してくださっている皆さん、本当にありがとうございます。悲しみに乗り込まれそうな感じですけど、私の家族、旦那としゅんちゃん、が無事だということに感謝して、友達に頼ってこの人生私にくれたのは父だし、思ったほど長くなかったんですけど、父と一緒にいられてすごく感謝しています。一緒にいた時間、ずっと心の中で大切にして前に進みます。いつもありがとうございます。私のビデオを見てくださっている方がいるから頑張れます。これからもよろしくお願いします。